それでは時間になりましたので始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。すいません。マジで本当に今日ですね、今さっきまで、家庭教師をしてて、もう準備がちゃんとできてるかわからない状態のまんま11時を迎えてしまったので、今日ちょっとハプニングが多いかもしれませんけどね。もう結構ライブは慣れちゃったのでハプニングがあっても。まあ、シメディ、こんばんは。どうも、こんばんは。よろしくお願いします。ということで、ハプニングだらけかもしれませんけど、シメディディレクター、すいません、音声や画像とか、画質とかいろいろね、またご指摘いただければありがたいと思います。はい。で、今日はまず、これ、チャートじゃなくてね、まずここから違うんですけど、これじゃなくて、そう、このマウスポインターが今日でかいのわかります？このマウスポインターが。はい。これがですね、今日やりたい、内容、この、今日特集であったその定年、ブラック定年って言われている、俺ブラック定年でよかったよね。はい。っていうことで、このスゴロクなんですけど、本邦初じゃないですけど、このスゴロクをちょっと使って、こうね、どうも、こんばんは、よろしくお願いします。今日はね、ちょっとスゴロクをやってみたいと思ってます。人生スゴロクですね。はい。ちょっとこれどういう風になるかわからないんですけど、はい。サイコロもね、用意しました。本当は皆さんでできればなと思ったんですけど、どうやってこれを皆さんでスゴロクをね、やっていいかわからなくて、ちょっと今日まず、ちょっと様子見ながら、サイコロがね、こういうサイコロなんですよ。これ見えますかね？これ大きくするか。違う、これ、サイコロこうやって、ここでシェイクで振ると、これ。で、これを振って、で、こう、進んでいくと。そういう感じでやりたいなと思います。本当大丈夫なんですかね？はい。まあ、お金大全やいろんなね、内容盛りだくさんですので、クイズもありますし、この間から土曜日ね、何でしたっけ、他、チャート大全の方も、用意してありますので、ちょっとね、準備が本当にできてると思うんですけど、まあ、いろいろやっていきたいなと思っております。よろしくお願いします。まずですね、まず、こちら。今日の最初、これ、本要約チャンネルですね。今日の夕方にあったチャンネルですけども、今日これ、矢印がでかいからな。大丈夫かな？この、50歳からこれしかやらない1万人に聞いた会社人生の上手な終わらせ方という動画がアップされました。今日ちょっと疲れてるのが、喉がちょっと調子悪くすいません。取りにくいか。これですね、41分あるので、ちょっと難しいですけど、第一章のまとめ見ましょうか。どこら辺見た方がいいかな。これ本当に親近感の湧くことだったので、ここでもいいか。これちょっとここだけ、第一章のまとめだけ流しますね。人生が決まってしまう50代には学生時代以来の多くの選択肢が与えられるので、たくさんの選択肢を前に迷ってしまい焦りが生まれるので、自分は50代でこれしかやらないと決めることが重要である。その際は本書でおすすめされている1万人に聞いた後悔しない50代の結論を参考にすると良いだろう。ポイント2、全人類が50代のうちに必ずやっておくべきことを5つ紹介しました。一つ目はもっとわがままになり人生の主導権を取り戻すこと。二つ目は定年後にやってくる青春のコンセプトを決めること。三つ目は人脈の総点検をしておくこと。四つ目は5つ以上の居場所。5つの居場所を確保しておく。
これすごい大事ですね。ちょっと聞きたいんですけど、しめじさんとか、まあ、ナッシュゴンベさん。会社以外で自分のいる居場所っていうのは、こう、いくつかありますか？例えばですね、この自分の居場所っていうのが、まあ、ポストプライムも一つ自分の居場所かもしれませんね。SNS とか。例えば、しめじさんだったらもしやってるかわかんないですけど、将棋のコミュニティに入って喋っていたりとかするとかね。うん。で、僕だったら、今ちょうどこの5つ以上の居場所を確保しておくって、5つ以上あるかわかんないですけど、まあ、要は、これ何が言いたいかというと、定年すると、仕事人だった男性は、まあ、仕事がなくなっていくとですね、コミュニティがなくなっちゃうわけですよ。はい。で、今のうちから、そういう、また、これもそうですよね。一つのコミュニティだと思います。なんか、こう言い方失礼ですけど、YouTube ライブ通じて、こうやってお話ししたりとか、交流したりしてるわけなので、これも一つのコミュニティだと思います。なので、こういったものが、この、中高年、これから定年に向かっては必要じゃないか。で、僕の場合はまた、卓球のコミュニティも、まあ、スポーツ系で持ってます。で、あとは、そうですね。まあ、この YouTube そうですね。あとはまあ、最近またちょっとね、インスタライブ、インスタじゃない、インスタグラム、カメラの方のね、写真とかもちょっとまた撮りに行くようになりました。まあ、そこのコミュニティもありますね。SNS 関係もね、一つのコミュニティだと思いますね。そういったものをいくつかこう作っておくことっていうのは大事かなっていうお話ですね。で、次が、50代の全人類が必ず手放すべき3つのことっていうので、やっぱりね、どうしてもこの勉強しない自分っていうのがあるみたいですね。うん。やっぱり大人になると本当に勉強しない、社会人になると勉強しない方が多いからっていうことでありますね。ポストプライムと大学院ですかね。ラウンカストフェイスウィズスウェット。七種ゴンベさん。シメディ、大学院にしろポストプライムにしろ5年10年後にどうなっているかわからないですね。そうですね。確かにね。はい。確かにそうですよね。SNS って、長くずっと続いてるかはわからないかもしれないんですけど、ただまあ、僕もできれば、週1回2回でも細々とでも、こう、何かね、こういうお金の話、僕もこう勉強になるので、もう今、読者数より、やっぱこういったコミュニティを大事にしたいなと思うので、できるだけ頑張りたい。まあ、喉がダメだとね、続かないですけど、はい。もう、変な話、そのお金とかそういうことより、こう、皆さんとね、こうやってお話できるものって僕は作り続けていきたいなと思ってはいます。はい。死んじゃったらあれですけどね。七種ゴンベイさん何ですかね？大学院、すごいですね。七種ゴンベイ、大学院と言っても社会人です。すごいですね。学び直しですわ。ウェイビーダッシュ。シメディ、近所の自治会なら変わらないのでしょうけど。いやー、近所の自治会入らなきゃいけないよなまだ入ってないですけど。確かにね、あれもコミュニティですもんね。まあ、あとまあ、嫌なやつとの、このね、手放すべき3つのことで嫌なやつとの付き合いっていうのもありますよね。会社だとね。まあ、これはもう50代ではもういいんじゃないかっていうことでね。まあ、思いますね。あと、ここの自分を縛るプライドという鎖。これはね、ちょっと見ないとわからないと思うんですけどもね。これどこに書いてあったかな。あ、そうそう。これは60代になって、パートタイムとか、例えば定年されて、今まで一流企業で、例えば部長職で勤めていた方が、60代とかになると、まあ、プライドも捨てて、もう、その警備員の仕事をしたりとか、なんかこう、そういうこう、今まで持ってたスキルとかそういうのも大事かもしれない。そんなプライドはいらず、ね、
いろんな仕事をね、なんつうの、余暇を楽しむために、1日3時間だけの仕事にするとか、そういうことですよね。18,782、嫌なやつ、プラス18,782、今日調子いいですね。嫌なやつ、イコール37,564、皆殺し。なんかありましたよね、これ。なんか見たことあります、僕。はい。そうそうそう。そういうことですよね。まあ、本当にこれからの僕らの方は。国広山田。どうも。としたら、自分の先入観と、慣れ合いの関係、頻繁に買い替えないといけない身にまとうもの、の3つだと思う。なるほどね。慣れ合いもそうですね。ダナシゴンベイ、シメディさん、ローリングオンザフロアラフィング。そうですね。なるほどね。慣れ合いの関係、大切ですよね。山田さん。お久しぶりですね。はい。今日もよろしくお願いします。確かにね、こういったことが、50代から、で、やっぱり、40代とかでもそうだと思います。うん。そろそろこういったものとかを考えていくっていう話ですよね。はい。またこれよかったら見てください。はい。40分ぐらいあるのでね。はい。じゃあ、ね、どうしよう。教育関係の方今日いいや。今週のライブラリーの話ライブラリーじゃねえわ。オーディブルの話をします。今週読んだのは、これ、削除もしていきたいので、削除もしていっちゃいますね。これ、境界知能とグレーゾーンの子供たち。これ、専門書っていうか僕が、教育関係で勤めているので、この、宮口さんっていうのが実はオグトレという発達障害のテキストとかを作ってらっしゃる方だったので、その考え方をわかるためにこれ読んでました。読み終えたのでこれ削除しますね。で、そのまま削除してる。これはまだですね。これもまだですね。次第トップ校もまだですね。これも読みたいなと思って。託助。これはなんかね、タクシーの運転手が、女性のタクシーの運転手の物語だったので、ちょっと面白いなと思って登録をしました。それから半分を減らす。これも、ミニマリストのテーマっていうことで、僕も結構物減らしたりとかするのが好きなので、またこれを確認の意味で読みたいなと思ってます。あとは、ここら辺も、いいな。とにかくダイヤモンド社がオーディブル読めるようになったので、すごく幅が広がっちゃって、お気に入りがめちゃくちゃ増えました。たった一歩、これ、瞬読勉強方法、これ読んだので、これ面白かったですけど、なんか頭が良くなる、パッと読める方法。なんか、一時期速読とかありましたよね。これ瞬読とかいうの。その読み方みたいな感じで、4倍速で、なんかこれ、オーディブルもそうですけど、練習して、4倍速で読めるようにしましょうみたいな感じですね。今僕ちょうどオーディブルは1.3 倍速で、読んでます。これ以上だとまだ慣れないので、1.3 倍速くらいですけどね。ちょっとこれ消しますね。よいしょ。はい。睡眠も読みました。はい。もうだいたい睡眠の本はもう5、6冊読んでるので、同じようなことを言ってましたけども、ここは、そうですね。睡眠についてはだいたいもうみんな7時間でどういう深さで、あとレム睡眠とノンレム睡眠のサイクルとかも、人によって違うっていうことだとか、っていうこと、あとお酒を飲んで寝るのは良くないとか、同じようなことを言ってましたね。これもいいかなと思います。数字は人格。そうですね。これも今読んでる途中です。経営者の関係の本ですね。経済の本になります。ちょっとこれ多すぎですね。登録いっぱい入れちゃってるので、ちょっとあれですけど、世界の雑談力も読みました。はい。だいたいこれ3時間ぐらいで読めるやつだったので、さらっと読んでましたね。これも消します。話し方とかで面白かったですけどね。あと、ここが、
そうですね。小説もこれちょっと、6人の嘘つきな大学生も読みたいなと思います。川端さんがいらっしゃればね、ここら辺、また、出るかもしれないですけど。このお一人様で生きていくっていうのも読みました。これは面白かったですね。なんだっけ、これは本じゃなくて、この、週刊東洋経済、週刊誌東洋経済新聞の、なんていうかな、雑誌みたいなものかな。で、だいたい2時間ぐらいで読めるやつですけど、これは面白かったです。お一人様で生きていく。はい、消します。ということで、今週はまあ、好きあれば1日2時間ぐらい、ここら辺で好きなものをさらっと読んだりとかしております。はい。多いですよね。めちゃくちゃ。楽しいです。でも最近なんか音楽聴かなくなりましたね。車の中でオーディブルやっぱり聴いてるので、どうしても音楽聴くか、こういうオーディブル聴くかだったんですけど、やっぱりこっちの方聴いちゃいますね、今。はい。オーディブルでした。それではですね、今日の相場の方から、待って、相場11時半ですもんね。じゃあ、あれ行きましょう。前半から、チャートの、勉強の方から株価チャートの大前やって、その後に、一問クイズですね、株トレを行きましょう。そっから11時半ちょっと過ぎてから相場の話ね、していきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。これだな。これですね。はい。前回から始まりました、株価チャート大全の方ですね。こちらの方なんですけども、今日はですね、損切りと利確のポイントがわかるっていうところのあたりをちょっと解説を入れていきます。もう一個がね、レンジ相場と、トレンド相場っていうところなんですけどね。はい。ちょっと待ってください。これ、サイコロのあれが、マウスが。じゃあ皆さんちょっとこの、これ違う。ちょっと待ってください。こっちね。ファーストリテイリングの冷やしのこの、チャートをちょっと見てください。ちょっと読みますね。利益確定と損切りのポイントがわかる。資金管理をせずに生き残っている投資家はいない。相場で資産を増やせる人とそうでない人。その違いはどこにあるでしょうか。要因はいろいろありますが、一つ間違いなく言えるのは資金管理の制度です。これってあれ？今ちょっとふと思ったんですけど、やってないですかね？なんか、ファーストリテイリングのこのチャート見た記憶がある気がするけど、気のせいかな？ちょっと、今ふと、これやってましたよね。あれ？なんか記憶があるんですけど、気のせいかな？すいません。もし、これなんか土曜日やったよって言ったらちょっと教えてください。記憶が。特に投資の世界では、欲に飲まれてしまうと大きな損失を抱えたり、利益を得られるはずの、得られたはずの利益をなくすような行動を取ってしまいがちですと。そうした行動を防ぐために利益確定や損切りといった手法を使い、損失はできるだけ少なく、利益は多くするようにコントロールすることが投資の基礎ですということになっております。はい。シンプルな利確損切りが設定できるということですね。これ見ていただくとわかるんですけど、このチャートの方ですけども、トレンド10、ここの丸のところ、でかいですね、これ。が、トレンド転換を狙って、移動平均線を上抜けたら買い、下抜けたら売りというルールを自分でも設定しようと。はい。で、ここが、例えばこの点線がね、皆さんも、移動平均線のゴールデンクロス、それからここ、移動平均線を下抜けたとき、下落トレンドに転換しやすいので、レッドクロスで
ますよ、ということで、まあ、こっちは解散。こちらは利益確定をするかどうかですね。そう、本当は、よくあるんですけど、利益確定を一番上なんてわからないので、てっぺんが。やっぱりこう、デッドクロ、ちょっとなんていうかな、含み益いっぱいじゃないかもしれないですけど、やっぱり上昇トレンドから下落トレンドに来るこの移動平均線のクロスっていうところを目安に、もう、売ってしまうっていうのを目安だと思います。この売りのとこが意外にみんな難しいと思いますね。はい。はい。じゃあ次行きますね。はい。トレンド相場とレンジ相場を見分けるということになります。はい。じゃあ、皆さんは上昇トレンドと下降トレンドのチャートを見ていただきます。あ、ちょっと待ってください。これこっちだ。あれ？これでいいのか。ちょっと読みますね。順張りならトレンド相場で売買する。チャートで見られる情報の中で最も、基本的かつ重要な要素としてはトレンドの有無がありますと。チャートは細かく見ると思えば、まあ単純化すると下落トレンド、レンジ、上昇トレンドの3つしかありませんと。トレンドとは上か下、どちらかの方向が勢いが出ている状態。レンジはどちらの方向にも勢いがない状態ということを言いますということですね。はい。投資戦略を立てる基礎になる。なぜトレンドやレンジの、判断が重要かというと、投資戦略を立てる上で基礎になるからと。例えば、こうね、順張り。わかりますかね？順張りっていうのは、トレンド方向に沿って、売買をする戦略のことを順張りって言いますよね。では、まず、トレンドが出ている銘柄を選ぶことが大前提になります。逆に言えば、レンジで動いている銘柄はそもそも選択肢に入りません。これね、ちょっとこう読んでて思うんですけど、皆さんがそのトレードをする中で、何時間足を見てるかにもよるんですよね。で、この、株価チャート大全は多分どこのチャートも日足で見てますので、このスノーピークの日足って書いてある。日足で見てますので、日足のレンジ相場っていうのは、で、こう考えていくといいかなと思います。だから、先物とかやってる、短い時間足でやってる方とかは、なかなかこうレンジ相場っていうので見たりとか難しいと思いますよね。すごい値動きが激しくなりますんでね。はい。ここは日足の話になりますね。はい。一方、株価の流れに反して売買を行う逆張りと呼ばれる手法も、買いでエントリーする際に下落トレンドが継続しそうと判断できれば、わざわざ損する可能性が高い買い方しなくて済みます。また、レンジ相場の中で規則性を身につけることができれば、利益を得られる可能性も高くなります。ということですね。これね、まず思うのよ、逆張りもいいんですけど、やっぱりみんな安く買って高く売りたいって、この安く買ってっていう位置が、どうしても下落してるところで、最中でもっと安くなるかもしれないと思って逆張りっていうか、もう難品臭い形で買っちゃう人もいるので、これは本当に注意した方がいいと思います。ちょっとでも上がったところを見て、その形状を見て買わないといけない。まあそこからまた落ちる場合もありますけど、落ちて、よく言うじゃないですか、下落ナイフをってね。下がってるとこで、まだ下がるかもしれないところで買うのは、本当に、自動売買の、FX とかでは難品戦略ってあるみたいですけど、自動でやるのは。難品とか言って、FX のこうレンジになってるようなボラが、小さいやつだと、いいんですけどね。はい。ちょっと、こちらのレンジのチャート、日足ですね。
値動きが定まらずに一定のところです。レンジしてますよ。上下してますよってことですね。はい。まあ、ここの用語で、今出てきたのが、順張りと逆張り。それからレンジ相場、トレンド相場ということの話になってます。ここ最後、これちょっと下に書いてあるところ読みますね。あ、これ別にいいな。自分がどういう戦略を取れるかっていうところで書いてありますけど、基本、冷やしの場合は僕は最初は順張りっていうトレンドに乗るために上方向に行ってるなっていうところで利益が少なくても買いを入れたりとか、で、売りもトレンドが変わってくるだろうなっていうとこまで落ちてしまったら売るとか、利益を最大限ってなかなか難しいので、そういう順張り戦略の中で、売ったり買ったりするのはいいんじゃないかなと思っております。はい。じゃあ、この株価チャート大全の方は、第1章は以上になりますので、第2章またね、細かい話をね、どんどん、していきたいなと思ってます。じゃあ、お待たせしました。クイズに行きたいと思います。クイズどれ？これか。今日はですね、クイズに入る前に、株トレのクイズ入る前に、ローソク足についての説明を簡単にしてから、クイズに入ります。ここですね。皆さんもローソク足ってのもご存知だと思うんですけど、まあ一回ちょっとこのローソク足の考え方についてね、株トレの第3章になります。じゃあ、この第3章、ローソク足について第2章は移動平均線でしたよね。はい。学びますと。ローソク足は江戸時代の、のんめさんこれ言ってたよな、確か。ほんま、なんていうのかな。宗久さんが考案したチャートで、相場の、強弱にとても便利ですと。一日動きを見ますということで、はい、出てきましたね。ローソク足を見てくださいね。陽線は、まあこれ白色ですけど、はい。羽。それから、上髭って言いますね。ここが下髭と言いますね。始めね、終わりね。ここのローソク足のここは実体と言いますよね。これ陽線の場合。陰線。陰線は黒くなってます。皆さんはどっち使ってるのかな？僕はトレーディングビューだと、ローソク足は陽線の方が緑色、それから陰線の方が赤色になってますね。どっちがいいかわかんないですけど、なんか赤の方が下がるっていうイメージ、危険なイメージなので、赤を陰線にしてますね。はい。で、陰線の方が、これも同じように上髭、下髭から実体ということで、始めね、終わりねっていうことで、このね、実体の上のとこが始めねで、終わりねが下っていうことですね。これ、陽線の場合逆ですよ。上がっていくものなので、ここの、始めねが下ですね。終わりねが後ですね。はい。1日の動きから、始めね、終わりね、安ね。間違え、始めね、高値、安値、終わり値の4つを取り出し、まず、始め値と終わり値の、ローソクの、ローの部分を書きますと。始め値、終わり値が上昇なら、白抜きとし、陽線と呼びますと。もうこれ、俺、解説したことと一緒ですね。いいです、ここは。こういうところを踏まえて、今日はクイズ、こちらになります。ちょっと難しいかもしれないですよ。21番。1日の動き。いますよ。ここ見せますよ。ちょっと読みますね。1番から5番のローソク足は、それぞれ A から E の値動きのどれを表しているものでしょうか。どれも前日は1000円で、1日のうちに株価が
5% 以上変動する波乱のチャートです。さあ、さっきの見ますか？始め値終値で。これ今日難しいですよね。1番、2番、3番、4番、5番が、この ABCDE のチャート。ちょっと見にくいですかね。見えますかね。A が、最初は990円ぐらいからじりじり下がってって、途中で1000円まで上がったもの。はい。それから B が1000円から下がっていって、終値が950円まで下がっていったもの。C が最初が1000円だったのが1050円まで上がって、最後落としてしまったもの。元に戻った感じですね。それから D が1000円からスタートして、ゆっくり上がっていって1050円までたどり着いたもの。はい。ちょっと E 見ますね。E が1000円から1回落としたんですけど、950円まで。1040円まで行って、で、また1000に戻ったというチャートです。見えますかね？さあ、皆さんどうですか？これ今日難しいですよね。わかるものがあれば、A が何番ってわかるものだけでもいいですよ。ぜひ、お答えいただきたいなと思います。今日むずいですよね。時間の経過とともに。1番が、こういう、ところ、一番上にこうね、白い実体がありますね。2番はその逆。下に黒い実体があります。3番は真ん中に細い実体が若干黒いですけどね、あります。4番は全部実線、実体で陰線ですね、これ。陰線のバー。5番が実体だけで陽線のバーになります。どうですか？今日、わからないなら全然いいですので、わからないでも、難しいですよね、今日。いかがでしょうか？今日さすがに誰も答え、買い売りとかじゃないですもんね。どのチャートがどのローソク足かなんて、難しいですよね。3番とかはどうです？これ、ピンバーになってるやつは。行ったり来たりしてるの。これってなんか、わかりやすくないです？うん。ちょっと難しく。どうしましょう？答え言っちゃっていいですかね？誰も誰も答えてくれなくなっちゃった。七四ゴンベイ A1 かな。ああ、本当ですか。A1 かな。ああ、この形がね。なるほど。シメディ、始めと終わりに着目すればいけそうな気がする。いけそうな気がする？はい。どうしましょう。ちょっと、難しいですかね。山田さんとかもどうですか？いらっしゃるのかな？もし、わかるものがあれば。はい。そろそろ、タイムリミットしますよ。ちょっと、喉があれなんで。そうですね。始めと終わりに着眼してもいいですね。うん。七四ゴンベイ C3。おー、なるほど。じゃあ、そろそろ行きますかね。ちょっとね、時間もありますので、これちょっと今日難しかったですよね。はい。じゃあ、
回答いきますよ。あ、こういう風に書いてあるのか。じゃあ、僕が読んできますね。まず答えから言ってきますね。1番が A です。ナラシュンコンベイさん正解ですね。2番が C です。3番が E、4番が B、5番が D。ちょっとこれ、あれですね。こっち、また見てきますね。じゃあちょっと解説いきます。1番。これね。1番。長い下髭。相場の強さを表します。チャートの A です。ということです。朝方から売りが続いていて、前日 5% の安値まで売り込んだところ、大引けの時には、一気に買いが来て、前日の終値を回復。この水準で買いたいと狙っている資金が多いと思わせる動きをしてますってことで、これが1番 A ですね。はい。2番。2番これね。チャートは C になります。これ A と C 逆だって見えます？ A、だからナンションコンベイさんってきっと A が1って言ったので、A と C のチャートって、逆さに見てもらえると多分1番と2番が答えやすいかなと思います。ということはきっと B と D はわかります？左右逆さになってますよね、これチャートが。なのでわかりやすいかもしれませんね。はい。2番の方が長い、上髭。相場の弱さを表すチャート C になります。朝方から買いが続き、前日比の 5% の高値まで買い上げたところ、大引け間際の売りで一気に前日の終値をまで急落。この水準で売りたいと待っている資金が多いと思わせる動きですね。はい。最対象。ということは、この B と D は、4番が下がってますんでね、最後。大陰線ということになります、これが。大陰線ですね。先にこれ B いきますね。寄り付き、始め値が高値、終値。この、最初が高値。で、終値が安値。1日で大きく下落をし、安値で引けた場合、売りが強いと思わせることを示唆していますということですね。はい。で、5番がその逆ですね。大陽線と言いますね。こういう形。最初が安値で、大引けが高値ですね。ということで、D が5番になります。ということは残り、この3番というのは、この E の下がって上がって戻ったやつ。これ十字線と言いますね。3番は。はい。下落の、下落トライも、上昇トライも失敗して、始め値、初値に戻されたと。これだけ上下すると、長い十字だと、先行き波乱と思わせると言いますね。はい。そうですね。この、3番が出るときっていつも注意してますね。はい。僕らは。トレードの場合。はい。ということで、今日はね、このローソク足とチャートの動きっていうことで、ちょっと難しかったかもしれないですけど、クイズを行いました。さあ、それではですね、チャートの方、今日相場始まったと思いますので、見てみましょう。はい。11時半からスタートした相場です。ドル円の方が140円、いや、一時期138円まで落ちたんですね。はい。今日は一変して、円安がちょっと進んでおります。アメリカ相場からスタートして進んでますね。関係ないですけど、このポインター、なんかあれですね。ライブにはいいかもしれないですね。
指示出す。なんか見やすいですよね。押しにくいですけどね、クリックは。でもまあ、見やすいかもしれないですね。それから、そうですね。これドルインデックスが高いので、ドル高ですね、これきっと。円安よりドル高ですね。なぜかっていうと、5ドルとかその他のものはみんな下がってますのでね。はい。ドルが高くなってるという FX になってます。日経行きましょう。今日の日経、やっぱもう落ちちゃいましたね。27,900 まで下がってしまいました。で、しかも、日経の、CFD の方は、アメリカ相場が下がってるのかな？まだ見てないですけど、落ちてきてますね。はい。27,840 まで落ちてきてます。まあでも、そんなに動き、思ったほどないですね。日経は。はい。じゃあアメリカ見ていきましょう。ズドーンと落ちておりますね。ダウもナスダックも11,000まで来ましたね。SP500 も、3,900ところですね。先物の方が先に10時半ぐらいにスーッと落ちてるので、なんかあったかな？指標出てるかな？どうなんですかね？指標出てるかもしれないですけどね。はい。ちょっとみんな下げ相場ですね。でも半導体そこまで下げてないですね。はい。1.05 なので。あ、2年債が 4.444 で急激に上がってます、今日も。はい。週末ね、落ち着いたんですけどね、一回下がって。長期金利の方の10年債が 3.77 ですね。恐怖は少し出てますけど、でもまだ、はい。そんなにボラがいいわけじゃないですね。アメリカは。あと SP500 も見ますね。はい。その他の、国見てみましょう。中国は変わらず。っていうか、中国はすごい昼間下げたんですけど戻したんですね、最後に。香港も下げたんですけど戻しましたね。それからインドの方は高い位置で推移してます。安定してますね。と、川端さんが来ればよかったのに、ベトナム、パーンと上がってます。ベトナムだけすごい上がってました。で、先週、ベトナム、実は僕買いました。はい。トレードの方最近言ってなかったですけど、この間土曜日見たときにベトナムの株価が週足見たときに、解説したときに、これ、ピンバーが出てたんですよ、ここに。さっきの十字が出てたんですね。この十字が。この十字が先週出てて、週足で。で、これ下がり続けてて、週足が出て、今、陽線が出たので、もしかしてこれトレンド転換するかもと思って、昨日かな？買いました。昨日？違う。月曜日に買ったのか。月曜日に買ったんだ。買いました。一回下がったんですけど、今、登ってきています。まだわからないですけど、はい。なんかベトナムが今ちょうど、他は今日 ETF 下がってます。今日もベトナムプラスですね。今も。はい。こんな感じですね。週足のピンバーっていうのは結構大きいなと思ったので、これトレンド転換するかなと思って、ちょっとそれを理由に買いました。でも、もうちょっと上がったとこでベトナム買ってもいいと思います。ちょっとそこを見すぎてるところがありますね。なので、ロスカットラインも結構下の方に持ってますね、今。はい。久々ちょっとトレードのお話しました。はい。ポルコが今悪いですね。うわ、すごいですね。3% 落としてますね。ロシアも落としてます。ボベスパも、ブラジルも落としてますね、今。南アフリカちょっと高かったですけど、今戻しましたね、少し。はい。
という感じです。東南アジアは、そうですね。ベトナム以外はみんな、そんなに変わってません。ヨーロッパも今日は変わっておりません。今のところ変わってません。落ち着いていると思います。コモディティいきます。ゴールド。落ち着いてます。シルバーはしかし、すごい下がってます。シルバーなんだろう、ゴールドよりシルバーの方がちょっと、ボラティリティが高いですね。それから原油が、83まで落ちましたね。週末88ぐらいまであったんですけどね、だいぶ落としてきました。はい。天然ガスが逆に 5.5 ぐらいから今日、すごいですね。10% 近く上がってます。天然ガス、今 10% 上がりましたね。これは、えぐいぞ。最近生徒たちがえぐいとか言うからなんか、えぐいとか喋っちゃうな。これはすごいな。これ 5.5 ぐらいで、買ってる人は本当に、いい買い物してるかもしれません。レバレッジを、大きくして3倍ぐらいにしてね。やったら、はい。天然ガスはこの冬でもまだ需要があると思うし、本当に、夏場とかも 9.10 近くありましたよね。うわ、これ今、天然ガスあれですね。売り切ってますね。どんどん今、ロスカットされてますね、これきっと。はい。このところで。上がっちゃうとこれまたパーンと抜けちゃうかもしれないです。ロスカットが貼られるかもしれない。はい。そんな感じですね。ソフトコモディティ、大豆コーン、小麦はそんなに動いてません。大豆は下落しています。この下落はいいことだなと思います。この形は。はい。利上げっていうかね、アメリカの、なんていうのかな。物価の上昇 ?CPI については、これは落ち着いてくるといいなと思いますね。下がってくる。はい。で、いいですね。あと SP500 見てみましょう、今日の。ちょっと小さいですね。すいません。はい。大型株はあれですけど、テスラが落としてます。テスラ最近、なんかすごい調子悪いですね。Twitter のせいとかあんのかな？なんでしょうね、これ。メタも悪いですね。メタとテスラが 3% 以上です。半導体、今変わりました。今1時間経過したので一気に変わりました。テスラ 0.52 になりました。だいぶいいですね。メタは 2.53 ですね。全体的に今日は赤いですけど、でも、ここまですごい真っ赤ではないですね。はい。そうですよね。さっきこれでやったもんね。アメリカのナスダック。1% ぐらいでしたもんね。今登ってきてますね。ナスダックが少し。SP500 も登ってきてます。ちょっと売られすぎたのかもしれません。はい。セクターで見ると、ヘルスケアがちょっとプラス？シスコはこれ決算でしょうね、きっと。これシスコだけプラスですもんね。はい。テクノロジーで。あとは、そうですね。ヘルスケアだけですね。プラスなのは。あとは全体的に薄くマイナスです。エネルギーもマイナスです。銀行も若干マイナスです。1% ぐらいですね。なのでくすんでますね。はい。そんなとこです。さあ、今日の特集参りましょう。できるかな？今日の特集。すいません。これじゃないですね。これです。はい。人生すごろくでございます。こちらの文献、前にもちょっとお伝えしたんですけど、定年前後の大正解。今僕、オーディブルでもちょっと読んでるんですけど、ブラック
定年ということで、これすごろくなんですよ。で、左右あるので、これ、左右あるので、ちょっと、これ、今日ちょっと、すごろくを僕、ここにサイコロがあるので、これを回して、止まったところでちょっとこういうすごろくをやってみて、ゴールできるかやってみたいと思いますね。皆さん、ちょっと、まあこれちょっとエンターテイナー系だと思うんですけど、見てくださいね。で、内容の方なんですけど、このすごろくの、このなんか書いてあるのがですね、黒本はじめさん一家のプロフィールということで、どういうことかっていうと、多分これ、58歳の会社員の夫がいて、で、妻が53のパート、それから長女が25歳で会社員、で、長男が21歳の大学生という4人で、都内のマンションに住んでいて、68歳まで住宅ローンがあると。あれ川端さん誰だったっけ？誰か住宅ローン68歳とか言って、あれ誰か言ってよって。で、東北に、85歳の、なんだ母親が一人暮らしでいるのか。で、関西に嫁いだ妹が55歳がいるということです。で、自動車部品メーカーの営業で勤める黒本さんは2年後に退職を控えてますと。お父さんね。このだらーっとしてるお父さん。大卒で勤続35年。あと2年で定年ですと。楽天的な性格でなんとかなるさっていうのが口癖。自分の会社の制度では無関心で、退職制度、給与規定も読んだことがないと。退職金も年金があるので、老後はなんとかなると思ってるという状況。で、ここからブラックな定年の、すごろくが待ってるということになります。じゃあ、まず僕やりますよ。すいません、なんか自分で。スタートいきますよ。ここから読んでいきますね。じゃあまず、シェイクします。こんなこと、1だった。1出ました。こういう見えますかね。1、もうすぐ定年だなぁと思いながらノープランでございます。これやっぱり他の人も入るといいですよね。すごろく。じゃあ次行きますよ。1ですね。こんな、面白い。なんだこれ。また1じゃねえかよ。1。早期退職で割増退職金に心が揺れる1回休み。やっぱこれダメですよ。僕1回休みって僕一人で一人でこれやっても、ちゃんとこれコマがあるといいですよね。皆さんでできるようにするのにはなかなか、あと、ライブって、あれですよね。タイムラグがあるから、なかなかこれ難しいですよね。こういうの、5、6も。もうすいません。勝手にやりますけど、一人で休んだことにしますよ。1回休み。次行きますね。一人浄土だな、これ。5。1、2、3、4、5。はい。長男が大学を卒業してようやく教育費から解放される。東雲さんとか確かもうそうなんじゃないです？あの方もっと若いけど、もう確かこういう状態でしたよね。もうすぐ教育費から解放されるかもしれないですね。はい。じゃあ次行きますよ。なんかもしかして俺失敗してるかもしれないね。これ、サイコロのやつ。1。はい。ちょっと俺カメラで見えないのでこっちすごろく見ますね。なんだっけ。65歳で継続雇用終了退職金1500万円を一括でもらう。どういうことこれ。65歳で継続雇用終了っていうのは、
じゃあ、非常勤とかでももう入れないんだ。もう退職金もらって、もう今後さよならってことですね、ここで。1500万ならまあ、いいんじゃないですか？思いません？今の時代だったら。トヨタ系だったらあれですけど。うん。まあ、1500万円ですね。次行きますね。2、1、ごめんなさい。次のページ行っちゃった。こっちだな。1、2、ここだ。ここですね。退職金の大半がなくなり、老後資金が不安になる。バットになってます。なんでなくなっちゃったんだろう。なんでなくなるのこれ。よくわからないですけど、なんか知らないですけど、退職金1500万円が大半なくなってしまいました。1500万円って退職してたらなんか使いますか皆さん。もし退職金が出たらなんか買います？なんか買いますか？これか、ローンを完済したりとかします？俺、今のところ何か入ってないので、まあ、もともとは自営業になったので退職金はないですけど、退職金があったらなんか完済したりとかすることはないな。それから一気に投資すんのかな？ 1500 万円 SP500 に全部突っ込むんですかね。すいません。なんかもしあったら、もし退職金を皆さんなんか買うこととかあったら教えてくださいね。じゃあまた一人上手のサイコロ振りますね。いっぱいしたかもしれない、これ。5。こっちじゃねえよ。1、2、3、4、5。シメディ、とりあえず手元に残すかな。ね。そうですよね。なんか買うものないですよね。世界一周するとかないですよね。ビギナーズラックで株価が上昇。あ、この人何？株価上昇っていうことで、結局、入れてんじゃん。株、2マス進む。1、2。進んだけど遠方に住む妹の協力が得られず一人で介護。あ、都会のと、田舎の往復で出費がかさむ。そうか。この方、あれでしたよね。85歳に東北のお母さんが一人暮らししてるんですね。なんで呼ばないんでしょうね。呼べないのか。これも問題ですね。もし、遠くに、一人で住んでるお母さんがいてもちょっと介護を入れなきゃいけないって言ったらどうするんですかね。この方は、お父さんはあれなんですね。東北に行ったり帰ったりしてきてるんですかね。これは大変ですよね。老人ホームにも入れられないのかな。お金がないのかな。はい。ちなみにうちは実家なので、母親が、いますのでね。まあ見るか、お袋と話してて、要介護がいるかどうかね、養護施設入れるかどうかっていう話もしていますね。はい。うちの母親ちょっと公務員だったので、その点は、老人ホームとか入れるお金は問題ないんですけどね。これブラックの老後なので、この人ですね。すいません、うちのこと知らず。はい。じゃあ次行きますね。3。ごめんなさい、こっちじゃないや。1、2、3。物価が大暴落して、投資した退職金がゼロに。やっぱこの人退職金をなんか一発でどっかの株に入れちゃったんですね。5マス戻ります。
1、2、3、4、5。同じじゃないですか。ビギナーズラックで進むってなって、株価が上昇って書いてある。まあいいや。ここね。はい。戻っちゃいました。じゃあ、ちょっと行きます。3。1、2、3。見えますかね。限界を感じて親を老人ホームに入れ、入居費を援助。あ、やっぱそうですね。入居費を援助。そうか。そうですよね。老人ホームに入れても今高いですもんね。月に10万で足りるかな。まあ今考えちゃいました、本当に。月に10万とかで足りないんじゃないかな。足りるのかな。はい。今ちょうど僕働いてるところも学習支援っていう名古屋市でやってるところも、一人親家庭さんとか、老人ホームの一室をお借りして、中学生、高校生の面倒を見てるんですね。なので、老人ホームの、名古屋市でやっている老人ホームと、私立っていうか経営でやっている老人ホームと、やっぱ若干その老人ホームの入居費用も違ったりとか、介護度とかも、部屋とか、いろいろあるので、10万円で聞くとこもありますし、確か僕が言ってる私立のとこで10万ちょっとで一般棟はそれぐらいだとは言ってた気がしましたね。はい。はい。じゃあここで、もうゴールいけるかなこれ。背後はやっぱ出ますよね。5。1、2、3、4、5。はい。妻が65歳でパートを退職し収入減。やっぱ、どうです？奥さんとかもそうですけど、65歳でも、やっぱり、働くの偉いですよね。そうですよね。自分のなんか好きなことで、できることがあればいいですけどね。僕もちょっと言ってましたけど、愛知の花が咲いてるところの植えるやつとかね。まだドライバーも、まあ65歳でドライバー、どうかな。ドライバーも好きなので、配達とかも嫌いじゃないので、ちゃんと体がしっかりしてれば、そういうのもいいかななんて思いますけど。でも、好きなことができるといいですよね。とにかく、ここは、はい、お金がなくなったってことですね。次行きますね。5。こっちだ。1、2、3、4、5。これですね。田舎暮らしを決意し、アルバイトを辞め、自宅を売却？いいことだな、これ。都内のものも売り払って、そうか。そうですよね。この人、都内のマンションですもんね。売れるんですよね。なるほど。なるほどね。田舎暮らしね。まあ、それもいいかもしれないですよね。自宅を売却っていうのは売却額もありますもんね。はい。もうちょっとでゴールだと思います。4。1、2、3、4。リフォーム代で自宅を売却した。お金が半分なくなる。一回休み。あれ？リフォーム代で自宅を売却したお金が半分なくなるっておかしくねえですか？売却するときにリフォームして売却するからお金が、そうか。確かにね。リフォーム代もお金売るならリフォームしなきゃいけないですもんね。なるほど。リフォームか。確かに。
なんか自分のことのように思ってきました、今。リフォーム、確かにね。リフォーム、売って市営住宅に入って、ねえ。まあでも僕の場合ははい。売らなくてもいい気はするけどね、まだ、リフォーム代がすごいかかるかもしれないですよね。売るった。はい。これ一回休み終わりますね。じゃあ、もうゴールかな、これで。1! ちょっと待ってください。こっちか。ゴール手前じゃないですか。働き先が見つからず、お金を切り詰めながら日々を送る。はい。ということになって、もう次、もう1以上出るので、ゴールということで、ブラック老後ということで、田舎暮らしを楽しむ余裕もなく、いよいよ老後破産の危機に。というのがゴールらしいですね。嫌ですね、これ。最後。なんでこの人こうなっちゃったの？株がいけなかったのかな？俺今って、なんか、どう思います？皆さん、この5、6で思ったことっていうか、この人のいけないところって退職金は出たのに、退職金をなんか、一点で株価に全部突っ込んで、で、あれですよね。資産をなくしたっていうことがありますよね。あと、どこがいけないんだろう。あとはしょうがないような気がしますよね。はい。ブラック老後っていうよりも、退職金をどうやって資産運用するかっていうのをちゃんと勉強する必要があるとか、退職金のことも、知っといた方がいいとは思うんですけど、それよりも、退職金の投資についての勉強ですよね、きっと。もともと、やっぱり、この方、勤続35年いるんだけど、なかなかお金の勉強してこなかったっていうところに、ブラックなことなってるんですかね。というのが思いましたね。はい。はい。ということで、今日なんかとりあえず本当はお金の勉強とか、お金大全のこととかもあったんですけど、ちょっとすいません、なんか、一人すごろくみたいになって、こういうことで、簡単に老後はなんとかなると思っちゃうと、この方は退職金があるケースで、退職金を株に突っ込んでしまって、もしかしたら仮想通貨ぐらいの話なんかね、これは。で、失敗して、お金を少なくしてしまって、今までこれからある自宅を売って、親の介護もあるので、ということで。結構、環境的には僕も似てる部分もあったので、すごく共感することも多いなと思いますし、皆さんも多分これ、必ず起こり得ること、マンションとか、持ってる方だったら絶対ね。はい。そう思いますね。はい。はい。そんなところで。今日はね、ちょっとまたお金の勉強の方なかなかできなかったので、またね、土曜日、お金大全の方の、話もやっていきたいなと思っております。はい。土曜日、また、11時からですね、やっていきたいと思いますんで、またよろしくお願いいたします。はい。今日はすいません、グダグダになっちゃいますけど、また土曜日お会いしましょう。ありがとうございました。それではまた失礼いたします。シメディ、お疲れ